はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは EPG-P40 です。3種のドライバーが共演するドライブリッドモデルですが、その構成がちょっと変わっていますね。それがそのまま P40 の特徴になるわけだけど、一つ目は、今愛ちゃんが言った通り、BA を使わないドライブリッド構成であること。平面駆動の滑らかさとピエゾの空気感を生かした設計なんだ。2つ目は、中低域の純度を高める非同軸デュアル動輪設計です。2つのダイナミックドライバーをあえて同軸に並べず、独立させることでボーカルの濁りを排除しているんですって。3つ目は、左右の個体差を極限まで抑えた精密ビルドだね。マイクロメートル単位で左右の特性を揃えてるから、定位がビシッと決まるはずだよ。このフェイスプレート、キラキラしてて綺麗だね。言葉で表現するのが難しい感じだけど、スタートレイルブルーっていうカラーになってる。星の奇跡のブルーって素敵。サイダー味のキャンディーを連想しちゃうな。キャンディーだったら、私、箱買いしちゃうな。買ったら少しちょうだいね。透明感のあるシェルは、ビルドクオリティの高さが一目でわかるね。3D プリント技術と厳格なマッチングにより、左右の音響特性の偏差を極限まで排除してる。数千の耳型データを元にした人間工学に基づいた形状で、耳への収まりはとてもいいです。肌に優しい樹脂素材を使っているので、長時間のリスニングも問題ないですね。改めてドライブリッドの構成を見ると、かなり攻めた設計ですよね。DD は 9mm と 7mm、2つの DLC シングルパン DD です。特に 7mm の方は中低域に特化していて、デュアル式回路で駆動力を高めているんだ。非同軸に配置することで、それぞれのドライバーが干渉せずに生きた声を届けてくれる。広域に BA の代わりに小型の平面駆動ドライバーを使ってる。こういうパターン増えてるよね。そうね、広域にマイクロプレーナーかピエゾが乗ってることが多いわね。P40 は両方乗ってて、超広域をピエゾ、圧電セラミックが保管しています。水平と垂直の両方向に音波を出すから、音場が3次元的に広がる仕組みです。でも、性質の異なる4つのユニットをどうやって1つの音として調和させているんですか？基板上の電子回路による制御と、高精度 3D プリントで成形された独立音響管による物理フィルター。この4ウェイ電子&物理クロスオーバーが各ドライバーのエネルギーをマイクロメートル単位で仕分けているんだ。電気的に帯域を分けるだけでなく、物理的な間の形状で音の到達時間や減衰までコントロールしているということですね。そう、この緻密な設計があるからこそ、ダイナミックドライバーの力強さが平面駆動やピエゾの繊細な倍音を塗りつぶすことなく、全帯域で一貫性のあるクリーンな解像度を保てるんだね。ケーブルは古川天工の高純度無酸素銅銀メッキケーブルがバンドルされています。プラグ交換タイプで 3.5mm と 4.4mm、どっちでもすぐ使えるのもいいよね。ケーブルの質も左右の対称性に影響するから、ここを妥協しないのは EPG らしいね。はい、メーカーさんがここまで左右の一貫性を謳うのは珍しいですからね。それじゃあ、この星の奇跡が描く音の世界を詳しく紐解いていこうか。はい、ではサウンドチェックで音質の傾向を確認してみましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。予想通り、同メーカーの EPG-P50 が比較対象になりましたね。3種のドライバーの内訳はご覧の通り違うけど、P50 もドライブリッドモデルだからね。ああ、P50 には BA があって、ピエゾがないのか。
だからトライブリッドモデルっていう一言ではくくれない感じなんだけど、収録音は思ったより似てたと思わない？似てました。波形の傾向も似たところが多いからでしょうかね。でも多分この辺りだと思うんですけど、P50 には重たい感じがあったのと、5キロ以上の出方の差で P40 の方が攻撃は明るく感じました。P50 の特徴となる中攻撃中心っていう感じとはちょっと違ったよね。そう、P40 の攻撃の伸びが印象に残ったのはピエゾの効果もあるんだろうね。そしてもう一つは最近発売になったイーランドレゾナンス5ですが、これは予想していなかったです。そう、レゾナンス5もトライブリッドモデルだからね。内訳は違ってこれも BA 積んでるんだ。レゾナンス5の波形ってレッドショア S12 っぽい感じもするね。似たとこはあるけど、レオとは結構違うかな。収録音ではここの差分が大きいから中攻撃が薄めで攻撃が鋭い質感になっちゃったけど、もちろん実機はこういう質感じゃないよ。あくまで P40 を基準に差分を反映させた音だからね。レゾナンス5の解像感の高さも P40 と同じぐらいありますからね。価格はご覧の通りで2から3万クラスのモデルでの比較になっています。お次はイヤーチップの比較だね。バンドルされているのは水色の波形の AT07 と白の波形の M30。だいぶ傾向が違うんだね。そう、AT07 だとハイハットの刻みが鮮明で解像感は高いけど、ちょっと聞き疲れが早く来るかも。M30 だとその辺が落ち着いてて、個人的には M30 が好み。バンドルではないですけど M100 も送っていただいたんですよね。そう、これは聞いてみて一番ハイハットなどが目立ってた。聞いた感じと波形も一致していて、ここが一番出て、その代わりその上が絞られてる。あとリキッドシリコン素材だから密着度が上がるよ。なるほど、リキッドシリコンもいいね。団体販売してるから概要欄にリンク貼っておくね。その他手持ちのイヤーチップを重ねたのがこれ。左の3つがこの辺りがよく出ていて、他は言葉での説明が難しいからよーく見てみてね。では P40 筆記視聴の印象ですね。攻撃の感じはイヤーチップで結構変化しますけど、いつも通りディバイナスベルベットを選んだんですね。そう、バンドル1の AT07 に似た感じだし、この4つの中では中間的なカーブだと思ったからね。それを踏まえた上で P40 の波形を改めて見てみると、低域はバスドラキックのアタックやスラップベースのプルなんかが明瞭で硬質な感じ。中攻撃3から5キロあたりがしっかり出ているからですか？そう、その帯域は低域の明瞭さにも影響するからね。ただ 200Hz 付近までの出方がこのラインを下回らなければ、つまり P50 やレゾナンス5ぐらい出ていれば、個人的にはもっと満足度が上がったと思う。試しに 220Hz あたりから下をローシェルフで持ってみると、個人的にはいい感じのバランスになった。だからそのまま聞くと低中域はちょっと弱く感じるかな。でもスッキリ感あってこの出方がいいって思う人もいるんだよね。もちろんこれはお好み次第だからね。 2.5 キロ過ぎからはあまり谷がないんだね。それでも解像感が高く見通しがいいのはやっぱりここに山谷がほとんどなく均等に近い形で出しているからってことなの？そうだね。ボーカル向きだと思える P50 では小さな山谷があるけど、それさえないんでさらにボーカルが鮮明に感じたよ。5から15キロあたりまでこのラインを下回る部分がないのも特徴だと思う。小型プレイナーとピエゾを乗せてる効果なんだろうね。じゃあ空間表現や定位感も当然いいんでしょ？それはもちろん透明感あるし浸れるよ。さっきも触れたけどシンバル系はバンドルイヤーチップの付け替えで存在感優先にも少し落ち着かせた感じにもできる。 P40 は一言で言うとどんなモデルですか？解像感の高いモニターライクなモデルという印象だね。 P50 よりやや価格を抑えているけど、ちょっと自分好みに調整すると2万円台でこの質感なら決して高くはないんじゃないかって思ったよ。そうですよね。愛はスタートレイルブルーのフェイスプレートにすっかり惹かれてしまったのでポチっちゃいます。またデザイン優先？そんなことないわよ。音もいいから買うの。確かにデザインも音もいいのは納得。はい、ということで EPG P40 のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。